皆さんこんにちは。スポテッドホースクラフトの大園秀樹です。今日の動画は、年末に少しお話したと思うんですけども、ワンウォッシュから2ヶ月半履いたジーパン、サイプレス、僕のジャストサイズのものですね。それを洗うというところ、ワンウォッシュするところのビフォーアフターで見てもらえたらなというふうに思っていますので、洗う前の部分ですね。その部分をちょっと見ていただこうと思います。ワンウォッシュの状態から2ヶ月半、ほぼ毎日履いたと思います。なぜ2ヶ月半ワンウォッシュから履き続けているかっていうと、通常でしたら僕は履き始めたら1ヶ月で洗うようにしてるんですね。でもヒゲともものあたりをもう少しきつく出したいなっていうふうな思ったので、一番最初に履いてる時間を長くしたいなというふうに考えた実験的なことになるんですけども、なんでそういうことしてるかっていうと、もともとジーパン生地から縫い上げた時っていうのは縫製しやすいように糊がついてるんですけども、でその縫い上げた状態でまずうちでワンウォッシュします。でそのワンウォッシュした後、ある程度縮ませた状態で裾上げをするんですけども、その裾上げをする時に、いつも感じるんですけど、まだ若干やっぱり糊が残ってるなっていうところ、糊が残ってる状態っていうのは硬いんでパキッと折れやすくなる。でその原理を利用して一番最初は少し今、いつもやったら1ヶ月履いてるところを、2ヶ月半、倍以上履いてみて洗ってみたらどれぐらいのヒゲと、当たり感がついてるかっていうのをテストするっていうことです。で、今から少し酔った状態で見てもらおうと思うんです。で、少し近づいて見てみると、これぐらいボコボコしたシワの状態が入ってるのが見えると思うんですけど、僕の場合ここにかなりもう横に引っ張られた感じになってると思いますが、これは僕がウエストはもうジャストというかかなりきついめで履いてるんで、こういう横に引っ張られたような感じになってます。でそれに伴ってこの辺もかなり横にギュッと引っ張られたようなヒゲになる、シワの部分が入ってますね。でそれと逆に少し降りていくと、このももの部分っていうのは僕はあんまりヒゲが入らないんですけど、これは僕足が細いんで余ってる状態なんでなかなか入りにくいっていうことが言えると思います。であとは膝の部分は膝の中心に対してきっちり放射状にヒゲになるシワがかなりもう入ってきてるんで、これも履いていくと楽しみなところですね。後ろ側は若干ちょっと出始めてるかなっていうぐらいの感じです。では、これを、実際に洗っていきます。ということで、昨日洗ったジーパンですね。これが、今日1日干して乾きました。で、昨日ちょっとペタペタとこういう風に耳割っといたんですけども、乾いたら綺麗に割れた状態になっています。干した状態やったんで、今僕も初めて見るんですけども、ひっくり返してみましょう。どうでしょうかって言ってもわからないと思うんで、ちょっと近寄って、写してみようと思います。ということで、少し、見てみると、ほとんどちょっとこれ画像で映るんかな、ちょっとだけやっぱりヒゲが出始めてますね。こっちの方が分かりやすいですかね。ここがヒゲがだいぶ、出始めています。全体的にちょっと毛羽が吹いてるというか白っぽい毛がふわーっと
なんですかね、産毛のようなのがすごくふわっとあって、で、この脇の線ですね。脇の線がこうねじれて、裾の方に向かうと、こういう風に巻いたこっちに、スタート地点から、ここからで言うと、ものすごくグインって前の方にねじれてますね。で、これはちなみにこれを作った時の生地っていうのが、そのうちの使わせてもらってるスーピマっていうやつで、クラシックスタイルっていうことで、ねじれ防止とその毛羽を焼くっていう、この白い部分ですね。この白いのを普通はサンホライズド加工するときに一緒にねじれ防止の加工と、それとその毛羽、この白っぽい産毛のようなものも全部焼くんですけども、そのスキュー、ねじれをねじれたままで、その産毛のような毛羽を残したままっていう、そのかなりこうクラシックな仕様のまま履き始めるっていう、そういうものを、使ってこれは縫製しましたんで、ですからやっぱこう昔の、古き良きアメリカというか、そういう感じでねじれはかなりきつく出てます。で、その、産毛状態のものもかなり出てますね。で、これがその、産毛みたいなものはやっぱ半年とか1年ぐらい経って徐々にこう擦れて取れていくっていうことになります。で、裏側はこんな感じで、一応昨日洗う前に見てたそのボコボコっとした部分はもう完全になくなったんで、表情が一旦消えたような感じになっていますね。でもやっぱり2ヶ月半履き続けたことで、やっぱりそのよく当たる部分っていうのは、やっぱり若干その後ろも出始めていますね。2ヶ月半履いた、これは2回目の洗いになるんですけど、こういう時ぐらいがやっぱり正直言って一番格好悪いです。で、これからもうあと3ヶ月ぐらいとか、履いて半年ぐらいを超えてきたぐらいから少しずつこうかっこよくなり始めるっていうのが、やっぱりジーパンのこう良さでもあり、悪さでもあるっていう感じだと思います。これは、年末まで履いて、その1月の1日から僕は、カンフルをほぼ、初めてではないですけど、一番僕とこの太いモデルでカンフルというモデルなんですけども、このカンフルを履き始めてるんで、これがかなり太いです。いわゆるその1955年の紙パッチになった時のリーバイスの WX、ヴィンテージの WX からサイズパターンっていうか、それを拾って、でそれを日本人の体型に合うようにモディファイしたというのがこのうちのカンフルというモデルなんで、かなりクラシックで少しゆったりとシルエットでクラシカルな印象を持ったジーンズになります。では、今からちょっとこの洗い上がったサイプレスにちょっと履き替えてみたいと思います。履いてみました。やっぱり洗い上がりなんで、ちょっと何回か屈伸したりしましたけども、かなりタイトな感じに、2ヶ月半履いてやっぱりだいぶ緩んでたのがもう一度こう締まった感じになってますね。でやっぱりシルエット的にはやっぱ僕の好きな細めのストレートっていうことで、かなりやっぱりずっとこればっかり履いてきたシルエットなんで、これ今日はピーター・バランスの、シェットランドセーターで、靴はウエストンのブーツ履いてるんですけども、やっぱりこういうちょっとなんですかね、カジュアルですけど少しこうトラッド寄りな格好っていうのが一番かっこよく履けてるんかなっていうふうに、このサイプレスというシルエットはそういう感じの着こなしが一番似合うなっていうふうに思っています。ということでワンウォッシュから2ヶ月半履き続けて2回目の洗いということで動画撮ってきましたけども、結論から言うとまだまだこれからまだあと半年とか、下手したら1年近く履いていかないとかっこいいそのヒゲやったりあたりっていうのは出てこないなっていうところです。でもその2ヶ月半最初に履き続けたことでいいヒゲのラインというかそういうのがもうでき始めてると思いますんで、またこれが育っていくとどうなっていくかっていうのはまた撮ってみたいなと思います。でも今はちょっとさっきも言いましたように、カンフルもやっぱ履いてるんで交互に履いていくような形になると思いますけども、また機会があれば
動画にしたいと思います。最後までご覧くださいましてありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。ありがとうございました。